この本の著者は大原henryさん。彼は高校卒業後に愛知県から上京し、アルバイト生活を始めます。ですが、精一杯働いてもわずかな貯金さえできない生活に疑問を感じ、東京郊外で週に2日だけ働き、1ヶ月6から7万円を稼いで、残りの5日は悠々自適な生活を送ることを続けてきたのです。もちろん、誰が見ても金銭的な余裕はありません。ですが彼は、お金も物も地位もない質素倹約生活を楽しみ、存分に自分を大切にして、むしろ普通の人では味わえない幸せを味わっているように感じます。進学、就職、結婚、子育てなどの常識のレールを降り、自分が幸せに感じる道を感じながら進んでいる生活は、言ってみれば、無理、無駄を極限まで省いた究極のシンプルライフです。その生活で感じる幸福感とはどういうものなのか、彼に教えていただくことにしましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、年収90万円で東京ハッピーライフという本をご紹介します。冒頭でもご紹介しましたが、大原henryさんによって書かれた本書では、常識にとらわれず、金銭的余裕を捨て、余計なものを削ぎ落とした究極のシンプルライフが紹介されています。お伝えしておきますが、これは東京で90万円で生きる方法といったノウハウ本ではありません。いかなる場所、いかなる状況でも考え方や行動次第で大きな幸福感を得られるということを実体験として語ってくれている結構貴重なお話だったりします。本動画では特に彼の思考、考え方にフォーカスしてご紹介したいと思いますので、最後まで見てくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。まず、私の現在の一日の生活を簡単にご紹介したいと思います。冷暖房を使っていないので、朝は日が昇り気温が上がり始めたら起きる。そして、窓を開けて空気を入れ替え、顔を洗ってラジオ体操。その後、白湯や紅茶を飲みながらブログやメールチェック。そうしていると部屋にいい感じに朝日が入ってくるので、自分を天日干しして今日も無事に過ごせますようにどうぞよろしくと太陽に向かって手を合わせる。午後は散歩がてらスーパーや農家の直売所に行ったり、図書館に行ったりする。とにかく図書館は最高で、自宅とは別の大きな本棚を持っている気分。外に本のためのロッカールームをタダで借りているみたいな感覚で、こんなにありがたいサービスはないんです。そして夕飯は17時頃にとってしまいます。定番は玄米とお味噌汁とたくあん。夕飯を早く食べてしまうと、翌朝の目覚めのスッキリ感が半端ないんです。空腹で目が覚める時の爽快感はとにかく気持ちよく、そのために腹6分目ぐらいにしておくんです。夜は布団をかぶりながら読書。10冊ぐらいを同時進行で読み散らかしています。と、まあ大体このように毎日が過ぎていくわけですが、自分で読み返しても本当に生産性のことが何にもない。でも大丈夫です。私が最もいらないものは変化と刺激と生産性なのですから。欲しいものが何でも手に入る生活もいいけど、いらないものが全くない生活というのもなかなか味わい深いものです。このような生活をしていると、全然羨ましくないと若干見下されることがあるのも事実です。ですが、皆さんがイメージする貧困層の苦しい生活と違って、渦中から実際どう見えるかっていうと、これはこれで幸せなんですよ。だって、当然といえば当然なんです。何が幸せと思うかは人によって全然違うんですから。一番大切なことって何でしょうか？それは、どうすれば自分が幸せかを他の誰でもなく、自分自身が知っていることだと思うんです。自分を一番大切に考え、自分が一番幸せに感じることは何なのかを知り、それを行動に移す。この考え方って私たちも参考にすべきことがたくさんあるように感じました。では、そんな彼が世の中の様々なことに対してどんな風に実感しながら今まで生きてきたかを教えてもらいましょう。心と体のチューニングについて。もともとは週に1日も休みがないくらいに忙しく働いている時期もありましたが、仕事の忙しさや複雑な人間関係が生きることを辛くさせていきました。そんな時には何も感じない、何も見ないことにしてごまかしていたこともあるんですが、
やはり心と体のバランスは崩れてしまうもの。そこで、その辛い場所から飛び出す決心をします。時間に余裕ができて暇になってくると、それまでには気づかなかった体調の変化などに気がつくようになりました。ですが、暇になって忙しくないからといって、放っておくとそれはそれで心の声が聞こえなくなってしまうんです。例えば、今日も天気がいいし、日課の散歩に出かけようとか思って外に出たものの、歩いてもなんか心がざわざわして落ち着かないことがありました。古本屋を覗いてもカフェに入っても何かが違う。公園のベンチに座ってぼーっとしながら、せっかく天気がいいのにもったいないと考えていると、ここでハッとしました。今、損得感情で動いてしまっている。気持ちが外に向きすぎていたり、せっかくだから何かしなくちゃみたいなモードになっていると、こういうことがあります。何にもしない時間、何にもしない日があっても何にも問題ないんです。むしろ心と体のバランスをとり、自分とのズレを修正するためには、何にも考えず何にもしない、何にも答えようとせずに、とにかくぼーっとすることが一番です。ひたすらぼーっとすると自分と向き合うしかなくなってくるんです。そうすると自分の本心と語り合い始められるんです。お金について。いきなりですが、私はお金ってちょっと可愛いと思うんです。私を選んでわざわざ来てくれたってなんかありがたいことだなぁと。せっかくうちの財布にお越しいただいたんだから絶対に無限にできないと。とか言って私がお金に大人気とか言ったらそんなことはないですけど、悪く思われてはいないという自信があります。以前は働きまくって今よりずっと稼いでいたけど余裕はなく、どうひいき目に見ても幸せとは思えなかった。いつもぼんやり不安だったものですから、税金を払うときも買い物をするときもどこか殺伐とした気持ちでお金を使っていました。今振り返ると、あの時私のところに来てくれたお金には申し訳ない気持ちでいっぱいになるんです。今は縁あって私のところに来てくれたお金にはよく話しかけてるんです。ようこそ来てくれてありがとうと。せっかく会えたんだから楽しんでいってくれよと。どこかお金を友達に置き換えているところがあるかもしれません。だからお金を使うときにはどこのどういうお店に使うのか、その人や会社がお金をどういう風に扱っているのかなど、ものすごく相手を見るんです。だって大事な友人を預けるにふさわしい人かどうか、幸せにしてくれるかどうか、私にかかっているんですよ。安いとか便利とか流行ってるからっていうだけで、どこの誰にどう使われるのかもわからないようなところに大切な友達を手放したくないんです。夢や目標について。今まで夢や目標、人生設計の類ってあんまり持ったことがないんです。で、持ってなくても普通に楽しく生きています。正確に言うと短期的な夢、例えば今月中に温泉に行きたいなとかならあります。でも5年後や10年後にどうなっていたいか、そこは未知数にしといた方が楽しいから。夢とか目標って持ち主と一緒に絶え間なく変化し成長していくんだと思うんです。上京するときや世界一周しに行ったとき、親や周りは何のために行くの？行ってどうするの？将来何がしたいの？とかめちゃめちゃ聞かれました。でも夢とか目的とか理由とかは別になく、行きたいから行く。ただそれだけです。興味のあることをいろいろやってみて、万が一結果がついてきてなくても、あの時自分のしたいことができたっていうだけで、今日も元気だ、ご飯がうまい。そう思えることが私の財産。夢や目標がなくてもこれでいいんです。将来について。こういう生活をしていると、将来どうするの？という質問をものすごくされるんです。が、私は世間で言われている意味での将来や老後についてはあんまり思うことはないんです。というか、将来を考えたときに個人としてできることって結局毎日をただシンプルにきちんと生きていくしかないんだと思っています。なるべく機嫌よくして、美味しいお水を飲んで、できるだけ体にいいものを食べて、疲れたらしっかり寝る。損得感情やおかしいと思うことに流されてしまうことなく、地味で目立たなくて、誰にも褒められないごく普通のことを淡々とこなしていく。それで一日を無事に終えることができたら、今日も平穏無事に過ごせてありがとうございました。とまた感謝して眠る。
こういう生活って悪く言えば今しか見ていないとも言えますよね。ところが私はこれを将来から逃げているとは全然思わないんです。むしろ逆だと思う。なぜなら将来のことを本気で考えていると今この瞬間を大切に生きることにどうしても戻ってくるんです。毎日をただきちんと生きていると今日のこの日に今までのことも将来のことも全部ちゃんと含まれている感じがするんです。私は今結果的に隠居になっているけど毎日をとても生きていると感じています。それは本当に小さなことだけど自分で選び取って作った毎日だから。自分が好きで選んだんだからお金がなくたって文句ないのは当たり前です。親とか友達はそうかもしれないけど私は違うなと思うことがあって自分の気持ちの方を優先するにはどうしたらいいか考えてそれを少しずつ実行してみたらこうなってました。子供の頃から世間にいろんな普通や当たり前を刷り込まれますけど世間ほどぼんやりして当てにならないものはありません。自分の実感を基準にした方が後々変わってしまったとしても人のせいにしなくて済むし長い目で見れば随分楽に生きられるはずです。本チャンネルでもいろいろな本を紹介していますがその中で大切なキーワードの一つに今ここを大切に生きるという考え方があります。大原さんの生活はまさにこの今ここを大切に生きるにグッとフォーカスしたもので共感できる部分がたくさんありました。とっても軽い読み口でリラックスしながら楽しく読める一冊ですので気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますのでチャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。